こんにちは、ネイジの猪俣です。こちらのチャンネルは旅や日常の Vlog を配信するチャンネルです。今回紹介する動画はいよいよスタートするヨーロッパ1ヶ月の周遊旅になります。今回もアナの特典マイルで旅行をしているんですけれども、前回と違うのは単純に往復ではなくって複数都市を周遊する方法でチケットを取りました。今回はそのチケットの取り方と実際どのぐらい金額的にお得になったのかっていうのも、紹介したいと思います。あともう一つ、クレジットカードではないんですけれども、日常使いでも、アナの特典マイルが貯まるおすすめのデビットカードがありますので、そちらも紹介させていただきます。後半からはいよいよ旅がスタートします。一生ね、縁がないと思っていたビジネスクラスなんですけれども、今回のアナの特典マイルで叶いましたので、そちらの紹介もしていきたいと思います。よかったら最後までご覧ください。それでは早速アナのホームページの方を共有しながら説明させていただきます。今回もチケットの取り方、そしてですね、前回とは違った周遊の方法のチケットの取り方を紹介させていただきます。で、実際に取った方法を、紹介していくんですけれども、実はですね、これからアナの方で、特典航空券の規約の変更があるので、参考程度にしていただけたらと思います。まずですね、皆様に、知っていただきたい条件を先に紹介します。この特典航空券のところページを見るために海外をチェックして、この特典航空券をチェックします。そうするとね、このアナの国際線特典航空券の利用条件と提携航空会社の特典航空券の利用条件というふうにあります。これね、それぞれに利用条件が異なるので、今回はこの提携航空会社特典航空券の利用条件の方を見ていきたいと思います。っていうのはですね、アナで全ての路線をカバーしているわけではなくて、ヨーロッパとか周遊する場合はですね、例えばシンガポールで乗り継いで行ったりとかするので、アナで直行便で行けない場合はですね、ここを見た方が一番早いかなと思ってます。はい、でチェックするとですね、6月23日までの発券分と24日以降の発券分っていう風にあるんですけれども、特典マイルのルール変更がありました。この辺はね、ちょっと詳しくやってるとだいぶ尺が長くなっちゃうので、細かいところは、他の方の動画とかご覧になったりとか、ご自身でこちらのページをご覧いただけたらと思います。マイル数などが変更になったりしています。これはね、多分ね、この後どんどん変わってくると思いますので、このね、今回紹介する動画は参考程度にしていただけたらと思います。今回は、6月23日までに発見してた今回のね、私の条件で、紹介させていただきますね。で、まずこう下に下がっていきますね。そうするとここですね、一番大事なの、途中後期乗り換えというところを確認してみてください。これね、結構重要なんですよね。まず途中後期っていうのは24時間を超える滞在になります。これはもう完全にストップオーバーっていうことで、例えば乗り継ぎじゃなくて1回空港から出るということですね。日本発海外発ともに途中後期は目的地以外に往路袋いずれかで1回可能というふうになってます。こちらが今回アナの特典マイルでチケットを発券したルートになります。なので今回で言うとパリが途中後期に入って目的地がリスボンになっています。なのでこのいずれかで1回可能っていうのは、もう私は往路の方でもう完全にもう条件に当てはまっているということになっています。そして乗り換えですね。乗り換えのところは日本国内で往路袋各2回まで可能、さらに日本以外で往路袋各2回まで可能っていう風になっています。帰りにはミュンヘンで乗り継ぎをしています。そして、目的地は乗り換えに回数に含みませんというふうにあるんですけれども、次ですね、ヨーロッパが特に多いと思います。地上移動区間がある場合は両端の都市を合わせて1回のお乗り換えと数えますっていうふうにあります。これはですね、今回の旅行で私はリスボンまでが目的地になっていて、帰りはヘルシンキから成田までっていうふうにとってますので、リスボンからヘルシンキの間の区間がこの乗り換えというふうにカウントされて1回になるということなんですね。で、途中後期は乗り継ぎ回数に含まれますというふうにありますので、もうこれで2回という感じになっていきます。今回ちょっと複雑なので分かりやすいようにこんな感じでイラストにしてみましたので、これを元に説明させていただきます。
成田からまずシンガポールを乗り継いでパリに途中降機をして目的地のリスボンに向かいました。そしてですね、リスボンからはモロッコ、スペイン、ニースと飛んでヘルシンキに向かっています。この黄色く囲っているところが移動区間になっています。そして帰りはヘルシンキからミュンヘン乗り継いで成田に帰国するというようなルートを組みました。なので今回の条件で行くと乗り継ぎは、行き帰りともに2回ずつみたいな感じになってたので、この乗り継ぎのところがシンガポール、途中降機が、パリなので、ここで2カウントっていう風になります。この乗り継ぎが1回とこの移動区間も1回に含まれるので、ここで2カウントっていう風になります。例えば乗り継ぎがですね、このヘルシンキから成田までに帰る時にミュンヘンの他にもう1箇所あったりとかすると、そういうチケットしかないよってなるとチケットが取れなくなったりするんですね。ちょっとね、ここら辺がね少しね説明もちょっと難しいんですけど、だいたいルートを組んでいくとなんとなく理解していくんじゃないかなっていうふうに思います。おすすめなのは、シンガポール乗り継ぎにして、パリの方に向かうとですね、何かっていうと燃油サーチャージが安くなりますので、こういうルートを組みました。ここまでがマイルで含まれているんですけど、この黄色で囲っているところは自費になります。それから新しいルールの方も比較になるように動画にしましたので参考にしてください。ざっと見た感じですね、日本国内での回数の変更があるようです。それでは早速アナの公式サイトから特典航空券の予約方法を紹介していきます。海外のところをクリックして特典航空券をチェックしましょう。で、先ほどね説明したこちらのご利用条件というところは必ず確認してください。で、特典航空券予約をクリックします。はい。そうしたらですね、往復片道複数都市というふうに出てきました。で、この片道っていうのがルールが変わって新しく新設されたものになりますね。で、今回こちらの方の説明は割愛させていただきます。で、前回の北欧5カ国の旅行の時はこの往復の航空券を使って東京からヘルシンキの往復のチケットで周遊をしてきました。で、今回のヨーロッパの1ヶ月の周遊ではこの複数都市クラス混在というのを利用しています。ではこちらをクリックしていきましょう。それからですね、マイルもですね、アナマイルの方も以前ちょっとちらっとね紹介したんですけれども、世界一周旅行を目標にしてマイルをですね全部一斉に交換したところで、ようやくこの12万4300マイルまで到達してきました。多分今夜あたりにもう12万5000を超えてくるんじゃないかなっていうふうに思っております。そうしたらですね、出発日を設定していきます。出発日をですね、そうですね、結構直近のものはチケット取りやすいと思うので最近のものにしておきましょうか。まず6月9日出発にして、出発地を東京にします。で、到着地はパリにしておきましょう。で、今回のパリですね。そして、到着してパリからその週末ぐらいに移動します。13日で設定して、この出発地をもう一回パリにして、到着地を、ポルトガルのリスボンにします。そしてリスボンからは自分で移動してヘルシンキに行ってますので、今度は帰りの復路の方を設定していきます。復路はだいたい1ヶ月後にしたいので、7月の9日に帰るような感じにしたいと思います。そしたら、ヘルシンキからまた東京という感じに設定して検索をしていきます。はい、そうするとこんな感じで出てきますね。もう空席待ちっていうのはもう実際に予約が入ってるので、こういうのはあんまり選ばない方がいいのかなっていうふうに思いますけれども、なので空席ありのところで見ていこうと思います。必ず見なきゃいけないのがこの矢印の下マークですね。この乗り継ぎ1回っていうカウント、ここもね気をつけて見ていかなきゃいけないですね。直行便の場合は乗り継ぎがないので乗り継ぎのカウントはされないんですけれども、ここの乗り継ぎを見ていきます。そうするとこれの場合はバンコクで1回乗り継ぎがありますという感じになっております。で、空席ありをチェックして次へに進みます。はい、で次に進むとですね、
クラス混在なのでビジネスクラスが出てきました。これね、私の時もそうだったんですけど、ビジネスクラスは結構取れるようになってましたので、これで設定していきます。例えば、パリの方はですね、オルリー空港になってます。この CDG っていうのがシャルル・ゴールになってます。で今回はオルリーの方でやったので、7時に到着する方で空席ありチェックしてみます。グレーになってますけど、これは帰りの帰路の便がありませんということになるんですよ。そうなったらもうここからもう一回再検索で、ここの部分で日にちをずらしていくような感じですね。前に行くといいと思うんですけれども、でこれでもう一度検索をしていきます。これがね、結構な無限ループになっていくんですけど、これをね何度もやり直すんですね。で最初5時25分で行って、でさっきの3時45分でチェックして、はい、そうすると1日ずらしたらありましたね。これで翌日乗り継ぎ1回っていう風にありますので、これはいけるのかな。上海乗り継ぎになりますね。これで1回取ってみますね。この旅程はご利用いただけませんっていう風になる場合、何がダメだったかっていうとですね、最初にですね、成田からパリに行く時に乗り継ぎが1回含まれたのと、パリで途中後期で2回目になりますね。で3回目にここのパリのオルリー空港からリスボンまでで、もうここで直行便ではなく乗り継ぎ1回という風になってます。これでね計3回になっちゃうので、そうすると最初の条件である2回までというのに、ルール当てはまらなくなってしまいますので、それで今回のような表示になってきます。結構根気よくやるのが大事ですね。じゃあ6月2日で設定してみましょう。で東京パリリスボン、最初のねこの検索履歴が出てきますので、検索履歴でもう一度、検索をしていきます。はい、じゃあこの空席ありのところで1回、はい、そしたらオルリー空港のとこですね、3時7時ぐらいですね。はい、そしたら帰りもうこうグレーゾーンになってますので、こうなるともう一回再検索という風になっていくので、そうですね、ちょっと日にちをずらしてもう一回検索。なかなかゴールにたどり着かないですね。これもダメですね。こうやって、設定を一日一日ずらしながらですねやってみてください。これで出てきましたね、最後。ヘルシンキ上海発の、成田着。こういうふうに時間がね自由に決められる方はいいんですけどね、お仕事とかされてる方はなかなかこう日程変更は難しいと思いますけれども、はい、こんな感じでようやく出てきました。はい、そうするとどういう風なルートになってるかというとですね、これはまず東京からパリ直行便でエコノミーが取れていますと。そして4日後の6月6日にパリからリスボンに向かうのにポルトを経由するルートになります。その後7月8日、ちょうど1ヶ月ぐらい、期間を空けてヘルシンキから東京に上海を経由して日本に帰国するようなルートになっています。そうすると今必要マイル数が91,500マイル、だいぶ増えましたね。でお支払い金額が93,300円というふうになります。ということで今回の周遊のチケットの取り方の紹介でした。ちょっと複雑なので分かりにくかったかと思うんですけれども、やっていくうちにだんだんね分かってくると思いますので、ぜひ計画段階から楽しんでいただけたらと思います。それから今回紹介している内容は2025年5月26日現在の情報になりますので、必ずご予約の際はご自身で確認をお願いします。で前回はアナの特典マイルで予約してどのぐらいお得になるかっていうのを説明しなかったんですけれども、今回はねビジネスクラスを利用させていただいたことでかなりお得度がありましたので紹介させていただこうと思います。で今回紹介しようと思って動画を作っていたんですけれども、だいぶマイルのルール変更があったようで、かなり金額の差がありますので、こちらも参考程度にしていただけたらと思うんですけれども、当時ねブログで紹介しようと思って画面の方のスクショをしていました。で実際に同じ飛行機で同じ路線で乗っていった時の比較ができればいいなと思って撮っていた画面がありますので、そちらの方を共有させていただきます。まず成田からシンガポールをアナのビジネスクラスでチケットを発券した場合は53万1610円。
それからシンガポールからパリまでシンガポール航空のエコノミークラスを使用して20万9530円でした。パリからリスボンまではポルトガル航空のビジネスクラスで5万6140円、それからヘルシンキから東京羽田までルフトハンザのエコノミークラスで19万3000円になりました。で、実際には私は特典マイルを利用して支払った金額は6万7980円でした。合計すると99万280円が実際にかかる費用です。差額を計算すると92万2300円お得になったということになります。で、この数字から特典マイルがどのぐらいの価値があるかということを計算してみました。総額が99万280円、それで実際に払った費用が6万7980円、そこから特典マイル7万7500円を使用していますので、それで計算をすると1マイルだいたい約12円相当の価値があることが分かりました。これはね、たった今計算したところなので、私もちょっとびっくりだったんですけれども、今ね、でもマイルがね、だいぶルール変更がありましたので、ここまでお得になることはないかもしれないんですけれども、それでもビジネスクラスを、実際にマイルで特典マイルを使って乗ることができるとだいぶお得になると思いますので、アナのね、特典マイルは貯めやすいと言われてますので、私も実際飛行機を飛ばずにオカマイラーとしてクレジットカードの決済とか、あとはキャンペーンとか利用して貯めていますので、ぜひ皆様もこういう風にね、少しずつ貯めながら楽しみを蓄えていったらいいかなと思いますので、参考になれば幸いです。ちなみに私はですね、このアナの特典マイル以外に過去にはノースウエスト航空とかがあった頃ですね、もう旅好きだったのでマイルはね、かなり歴が長いんですけれども、本格的にアナの特典マイルを貯めようと思ったのは、実際に家族でカナダに旅行に行った時にマイルがね、家族分全部まとめることができたんですよね。それがきっかけになりました。今はね、もう一人でマイルを利用しているので、結構贅沢な使い方をしているかなとも感じております。あと現地で主に使ってたのがこちらのソニーのデビットカードになります。私は、完全なるオカマイラーなんですけれども、オカマイラーっていうのは飛行機を乗らずにマイルを貯めるっていう感じですね。このソニーカードを7マイルのやつで作ることで、例えば定期預金を入れることでマイルが貯まるとか、そういうキャンペーンに参加したりしてマイルを貯めています。で、これは現地でもタッチ決済ができるのと、デビットカードなので実際の預金実際に口座に預金があればダイレクトでその場で出金されるというような、日本で使うのと同じシステムになっています。なので使いすぎも防げるんですけれども、あと海外に行った時に例えば両替とかしていなくても現地の通貨で引き出されるようになってます。これはね、例えば現地で現金が必要になった時に引き出すように、こちらに為替預金をしています。例えば100円高の時に100ユーロとか預けておいたものを、現地で100ユーロ引き出したいって時に、その預けてる100ユーロがここで引き出せるようになります。で、例えばその100ユーロ預けてた分を使い切ってしまったら、円預金からユーロを引き出すことができます。手数料はもちろんかかるんですけれども、通常のクレジットカードよりは比較的率は低いんじゃないかなっていう印象ではありました。このソニーカードは日本でも使えますから、作っておかれることをお勧めします。すごく便利で、このままタッチ決済もできるビザなので、実際に使ってきましたけれども、特に反応しなかったっていうことはなかったです。これはね、ダイソーとかで売ってます。3枚ぐらいで1組で売ってるんですけど、結構海外スキミングが多いということで、スキミング予防のこのね、ケースになってます。こんな感じで持ち歩くようにしてました。保管するときはこれで良かったんですけど、実際にはスマホの後ろのケースに入れてました。で、GCB カードはですね、ほとんどの海外で使えないんですよね。ハワイとかでは使えると思うんですけど、なので JCB は一応持って行ったんですけど、使う場面がほぼなかったので、次回はね、またね、別のカードちょっと作ることを検討してるので、次回は JCB カードは持っていかないかな。あと楽天のプレミアムカードも、特にこのプライオリティパスを見せれば楽天のカードを見せなくても大丈夫だったので、予備として持っていくかなっていうぐらいにしておくと思います。今回乗る飛行機は18時25分発シンガポール NH801。今日はまずシンガポール経由で
トランジットします。初めてのビジネスなので楽しみです。成田空港久しぶりなんだけど、外国人が異常に多いです。日本人より海外からの観光客の人が本当に多い。今回はシンガポールで乗り継ぎがあったんですけれども、通常スルーバゲージといって再度チェックインしなくても乗り継ぎで荷物をね運んでもらえるシステムがあるんですけれども、この時セルフチェックインをしていたらチケットがね1枚しか出てこなかったんですよね。本当は成田からシンガポール、シンガポールからパリというチケットが2枚出るはずだったんですけれども、この時1枚しか出なかったんですよ。でそれに気づいてくださったクルーの方がカウンターで案内してくださって無事に発見していただけたんですけれども、このねスルーバゲージっていう規定は乗り継ぎに24時間以内っていう決まりがあるそうなんですね。で私の場合は結構ギリギリでもう23時間以上経ってたんですけれども、24時間以内にはなったのでとりあえずは大丈夫でした。もしこのままセルフチェックインしてたら、私はですね荷物をシンガポールに置き去りにして一人でパリに向かうところでした。なんだかんだでいつもギリギリのところで救われてます。今回の特典マイルではビジネスクラスが取れたんですね、奇跡的に。なのでラウンジを利用することができました。で最初ねアナのラウンジを探したんですけれども見つからなくって、こちらの同じスターアライアンスのユナイテッドのラウンジを使用させていただきました。その後アナのラウンジに向かってます。ちょっとラウンジを移動してきました。今ねアナのラウンジです。こんなちっちゃいサンドイッチがあった。あとはカレー、スープ、さっきビールいただいたのでコーヒーにします。前回海外行った時楽天の海外利用ができなかったのはこのせいみたい。日本で設定していかないと SIM が使えないみたいです。なので今回は空港で設定の仕方を教えてもらったので2ギガまで無料で使えるみたいです。私は普段アハモを使ってるので15日間で海外は切れてしまうから、これを併用したいと思います。いよいよね初めてのビジネスクラス体験になります。もうなんかいつもと違うレーンから入るっていうね、いつも右と左に分かれるところがあるんですよね、エコノミーなので。そこに今まで未知の世界だった場所に来れたっていう感じなんですけれども、で座席は、一番後ろの席を選びました。これちょっとでもね失敗でした。トイレがね近かったのでちょっとうるさかったんですよね。もう少し、前の席にすればよかったなって思いました。8K の席にしています。でパソコンをねやろうかなと思って持ってきております。足もね伸ばせたし結構広々でした。でもねこの時ねシンガポール便なんですけれども、そんなにね席埋まってなかったんですよね。こんなに広いんだ。やっぱり足伸ばせるっていいのね。マイル様々です。ウェルカムシャンパンもいただきました。なんかグラスで取ると思ってたけどプラスチックだった。乗務員の指示なし。結構暑いですよ飛行機。なんかちょっと落ち着かない感じですね。スリッパもね結構上等なものですよね。外の景色もほとんど夜景に変わってました。そしてシャンパンをいただきました。ヘッドホンとかもねさすがねエコノミーとは全く違いますよね。で確かね機内食が予約の時に日本食と洋食とっていう風に選べた記憶があります。で今回は日本食を選びました。ただねラウンジでねちょっといろいろ食べちゃったのでそんなにお腹空いてない状態で機内食になっちゃったのでちょっと失敗したなって思いました。もういちいち美味しかったですよ。
なんか同じ飛行機に乗っててこんなに待遇が違うのかっていうふうに思いました。見てもこれコースですよ。日本食のコースいただいているような感じですね。この日本食なんですけれども、これもねなんか有名なシェフの方が考案されてるっていうかコラボされてたのかな。なのでとっても美味しかったです。これね後でねお肉見せると思うんですけれども、この肉ねすっごい美味しかったんですよ。さすがにね全部はね食べれなかったんですけど、この大きな肉、これねすき焼きみたいな味がしたと思う。すっごい美味しかったです。はい、今回の動画はいかがだったでしょうか。ね、ビジネスクラスなんて私にとっては高嶺の花だったんですけれども、このね特典マイルを使うことで日常ではね味わえないような体験をすることができました。もうねビジネスなんてね体験できるなんて思ってもいなかったので、本当にね夢見心地でした。もうアナのね特典マイル様々なんですけれども、もうね美味しいご飯をいただいてお腹ももう胃袋も満腹でした。結構ねお酒もね飲んじゃいましたね。私ね意外とね飛行機に乗ってお酒飲んでもね酔わないんですよね。これはねちょっと不思議ですね。よくねアルコール回りやすいって言うんですけれども、私の場合はアルコールが回らないタイプでした。食後のデザートなんですけれども、これはね結構なガツンとくる甘さでした。そんなに食べれなかったですね。で食後にハーゲンダッツをいただきました。アイスはね別腹ですよね。で、早速、これ体験してみたかったんですよ。座席をねフラットにしてベッドの状態にして、特に眠くもなかったんですけど一応寝とこうってことで横になりました。ほとんどね寝ることなくって映画を見て終わったんですけれども、6時間ほどだったと思います。ビジネスの飛行時間初体験楽しませていただきました。次回はシンガポールの乗り継ぎでトランジットのホテルに宿泊をしました。その時の様子と、あとフリーツアーにも参加していますので、よかったら続きの動画もご覧いただけると嬉しいです。今回の動画良かったよという方はグッドボタンで応援いただけると大変励みになります。それからですね、新しい動画の新着通知がチャンネル登録をすると届きますので、ぜひこのベルのマークチェックして、続きの動画も楽しみにしていただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。